かつて世界に9000を超える店を構えた映像レンタルの巨人がいました。ブロックバスター。2010年9月、その会社は連邦破産法第11章を申請します。負債はおよそ10億ドル。しかし、この巨人を倒したのは誰もが見ていた表の戦争ではありませんでした。第8系、アントチンソー。見えない道の話です。前史があります。2000年、資金難だったネットフリックスは、ブロックバスターに身売りを持ちかけました。価格は5000万ドル。当事者の回想によれば、提案は退けられます。巨人には買う理由が見えませんでした。この時の判断を笑うのは簡単です。しかし本編が問うのは、なぜ見えなかったのか、その構造です。2006年11月1日、ブロックバスターは反撃の切り札、トータルアクセスを開始します。郵送 DVD を店舗で交換できる店舗網を武器にした構成でした。クーポンが飛び交い、価格が削られ、2007年、ネットフリックスは四半期で5万5千人の会員減を経験します。誰の目にもこれが主戦場に見えました。票の戦争はブロックバスターが勝っているように見えました。会員は150万人から220万人へおよそ5割の増加です。しかしアナリストの推計では、交換が1回起きるたびにおよそ2ドルの損失が出ていました。店舗網という武器は振るうたびに自分の血を流す武器でもあったのです。ここで大事な限定をします。ネットフリックスはこの戦争を陽動として仕組んだのではありません。値下げも配送の改善も本気の応戦でした。ここからは分析です。だからこそ敵の監視は正面に固定された。手抜きの工事は敵をとどめられません。本物の応戦だけが結果として賛同の工事になり得るのです。巨人はなぜ表だけを見たのか。3つの力が働いていました。第一に、店舗資産。9000を超える店舗は最大の資産であり、資産は視野の檻になります。第二に、成功の論理。現金を生む今の事業が伸び始めた小さな数字より優先される。第三に、敵の定義。郵送 DVD 屋という分類が監視すべき場所を誤らせました。同じ頃、裏の道が静かに開通します。2007年1月、ネットフリックスはウォッチインスタントリー、後のストリーミングを開始しました。当時は18ドルの DVD プランについてくる月18時間の視聴機能。新聞の見出しにはなっても戦争とは呼ばれませんでした。誰の監視リストにもこの道は載っていなかったのです。同じ1年を並べてみます。表ではトータルアクセスの転送、クーポン値下げ、店舗網の構成。裏では帯域の確保、ライセンスの取得、プレイヤーの開発という静かな舗装工事。注目はすべて表に集まり、実動は裏で進んでいました。会社の未来を決めたのは静かな方でした。ここまでを一行にします。決着は誰も監視していない経路でつきます。派手な戦線は注目を集める。しかし注目の総量と勝敗への寄与は別のものです。そしてこの原理を2200年前に道でやってのけた将軍がいました。第6系で出会ったあの将軍です。壁1000系の第2、第8系、アントチンソー。系の名は、関心の寒中藩校から来ています。明るく賛同を収め、暗かに陳宋に渡る。第6系の正統撃勢で敵の注意を操った関心は、ここでは敵の監視を欺いて経路そのものを偽装します。見せる場所の系から通る道の系へ、同じ将軍の別の刃です。構造は3つの動きです。収める。表の工事を本気で見せる。手抜きの陽動では敵はとどまりません。固定する。
敵の監視を正面に留め、敵自身の判断で参道だけを見続けさせる。渡る。裏の経路で主力を通す。そしてその道はしばしば古くて目立たないのです。紀元前206年、項羽との力関係に敗れた劉邦は、碧燕の漢中に封じられました。漢中へ戻る崖沿いの参道は、退路を断つ意思表示として、自ら焼き落としています。漢中には、名称、商漢。戻る道はないように見えました。ここから、漢信の反攻が始まります。漢信は、焼け落ちた参道の修理を白昼堂々と始めさせます。土の音を響かせ、人布を並べ、しかし不正はぞぞとして進まない。商漢は笑い、そして監視を参道に固定しました。あの道が治るまで、漢は出てこられない。敵は自分の判断でそう結論したのです。その間に主力は動いていました。古く、目立たない弓道、陳倉道です。漢信の本体は密かに山を抜け、陳倉に現れます。今日疲れた将官は敗走し、三信は平定されました。蘇漢戦争の反攻は派手な工事現場からではなく、誰も見ていない弓道から始まったのです。2200年後の対応を確かめます。参道の工事にあたるのが、DVD 戦線での本物の応戦。将官の監視が店舗網を守るブロックバスターの視線。陳倉の弓道が付帯機能として始まったストリーミング。そして漢中平定が2010年9月の決着です。巨人は最後まで参道だけを見ていました。これを道具にします。3つの問いです。第1に、あなたの業界で全員が見ている参道工事はどこか。第2に、あなたの陳倉道は何か。監視されていない経路をあなたは持っているか。第3に、敵の応戦に付き合いすぎていないか。派手な戦線ほど主戦場から遠いかもしれないのです。最後に、巨人の時間を並べます。2000年、$5000万の買収提案を拒否。2004年頃、店舗網は9000店を超えて頂点に。そして2010年9月、破産申請。小判出しから数えて10年です。巨人は愚かだったのではありません。自分の最大の資産が見せる景色を疑えなかっただけなのです。次に、ライバルの派手な構成を見たら、問うてほしいのです。その裏で、どの道が舗装されているのか。あなたの監視リストに陳倉道は載っているか。第8形、安と陳倉でした。また次の形で。